どうも、マシコユです。今回制作するキットは HG ガンダムルブリス量産試作モデル。このキット、成型色を生かした筆塗り部分塗装をしてさらにかっこよくしていきます。全塗装は大変だけど、筆塗りで部分的に塗装するだけならそこまで手間はかからないので、皆さんのガンプラ制作の参考になれば嬉しいです。動画の前半はこのキットの簡単な紹介とパーツ処理工程を、後半に筆塗り部分塗装をしていきます。まずはランナーを見ていきますが、本体部分は通常版ルブリスのキットと同じです。量産型としての新規ランナーはこの3枚。ほとんどがバックパックとガンビット、ビームライフルのパーツです。シールはこんな感じ。ガンビットに貼るシールの量がものすごいですね。左右合わせて20個分のシールと爆発時の色を選択できるシールが6枚ずつ。全てを貼るのは骨が折れそうです。まずはパーツをランナーから全て切り出しました。ランナーの種類ごとに仕分けてあります。ちなみにこのパーツは余剰パーツになってます。パーツに残っているゲートをヤスリなどで処理していきます。元々のパーツ表面が艶消し状態に近いので800番までで大丈夫そう。頭部のバルカン部分に穴を開けて少しディテールアップしていきます。徐々に穴を大きくしていってサクッと終了。モールドが浅い箇所は毛書き針とラインチゼルで彫り直しておきます。この作業をやっておくと墨入れの時にしっかりとインクが残ってくれます。地味な作業ですが、この作業の積み重ねが完成度を上げてくれるのでコツコツやっていきます。彫り直しの効果が一番わかりやすいのがこの太ももパーツです。彫り直しをする前と後ではだいぶ印象が変わります。ちなみに片足だけでほぼ半日かかりました。他にもパーツ表面にあるパーティングラインも目立つ箇所は処理しておきます。これもやっておくと完成度が高くなる処理の一つですね。最後はバーニアですが、内側を少し削って縁を薄く加工していきます。デザインナイフで少しずつ削いでいきます。刃が深く刺さらないようパーツに沿わせるようにカット。ある程度薄くなったらスポンジヤスリで表面を整えていきます。バーニアの縁が薄くなるだけでかなり印象が変わったと思います。この方法はバーニアのついたキットならやっておきたい加工の一つです。各部位の組み立てが完了したので一度組み立ててみます。パーツ処理にそこそこ時間がかかりましたが、組み立て自体は簡単でスムーズにできました。まずは仮組みでの完成です。成型色のミディアムブルーが渋くていいですね。複数のガンビットも取り外しが可能。素組み状態でも十分かっこいいです。さて、ここからがメインの筆塗り部分塗装ですが、まずは各部位にばらして写真撮影。それぞれの部位をどう配色して塗り分けるかを事前に決めておきます。写真加工アプリで大体のイメージを作っておくと悩まずスムーズに部分塗装ができます。やり直しも簡単にできるのでいろいろなパターンを作って見比べました。同系色でまとめたり反対色で際立たせたり相性のいい組み合わせを探していきます。今回はほとんどの色と相性のいいグレーを使って無難に塗り分けていくことにしました。水性ホビーカラーで筆塗りしていきます。瓶の中で顔料が分離しているのでよくかき混ぜてから使います。塗料を少しだけ出して筆先を溶剤で軽く湿らせてから塗っていきます。塗ってみて塗料の滑りが悪く感じたら溶剤を筆先で取って少しずつ薄めていきます。また塗る面の広さに合わせて筆の大きさも選ぶといいです。最初に使っていた面層筆は塗る面に対して細すぎました。1度目は色ムラがあってもいいのでまずは全体に塗料を塗り広げていきます。表面がある程度乾いてから2度目を塗っていきます。2度目は1度目より薄めに希釈した塗料で塗っています。厚塗りしてしまうと
筆ムラで段差が目立ってしまうので、2度目以降は薄めに塗り重ねるといいです。ここからはニュートラルグレーで各所の色分けをしていきます。ランナータグで色味が合うか試し塗りしてみます。ついでに塗料の濃さも確認。どっちもいい感じなので、このまま進めていきます。一度塗った箇所はできるだけ触らないようにして、どんどん塗り広げていきます。同じところを何度も塗ると、一度塗った塗料が剥がれて、塗膜がデコボコしてしまいます。下地の色が透けていても、気にせず塗り広げます。1度目はまだ下地が透けていますが、乾燥後に重ね塗りをします。先ほどと同じように、2度目は塗料を薄めに希釈して、重ね塗りしていきます。最終的には艶消しで全体をコートしますが、元から反光沢や艶消しのものを使うと、乾燥時間が若干早かったり、筆ムラも目立ちにくいです。はみ出した箇所の修正は、溶剤やマジックリンで落としたり、カンナ掛けで削り落とします。成型色を生かした塗装方法だと、下地を気にせず削って修正ができるので楽ちんです。バーニアは黒鉄色で金属っぽさを追加。ガンビットのシールは使用せずにガンダムマーカーで塗っていきます。できるだけはみ出さないように塗っていますが、はみ出しても後で修正していきます。ガンダムマーカーの修正には、今回は筆ピカリキットと綿棒を使いました。筆ピカリキットを含ませた綿棒で撫でてやると、簡単にはみ出しが落とせます。ペーパーで綿棒についたインクを落としながら、何度かこすればきれいに落ちてくれました。部分塗装が完了したら、墨入れをしていきます。無塗装の箇所が多くあるので、パーツ割れの心配がないリアルタッチマーカーを使って墨入れしていきます。はみ出し箇所は乾燥する前に綿棒などで拭き取ります。墨入れをしたことでモールドがよりはっきりしてくれました。各所にデカールを貼っていきます。今回は試作機という設定なので注意書きが多いだろうなと思い、いつもより少し多めに貼っています。普段は使いどころが難しいマークや余っていたデカールなどを自由にペタペタと貼り付けました。私は筋彫りがあまり得意ではないので、デカールなら貼るだけで簡単に情報量が増やせるので好きです。デカールを貼ったら艶消しコートをしていきますが、その前に稼働する箇所にマステを貼って保護しておきます。稼働するところに艶消しがつくとかなりきつくなるので、動かした時にパーツが破損する危険があります。艶消しが乾燥したら最後に付属シールを貼ります。メタリックシールの上から艶消しを吹くと曇ってしまうので、艶消しを吹いた後に貼り付けます。すべての作業が終了したので最終組み立てです。大体の塗り分け箇所は事前に考えたものを参考にしていますが、筆塗りしながらここを塗った方が良さそうとか、ここは塗らない方がいいかななど考えながら、その時の感覚で塗り分けているところもあります。それではガンダムルブリス量産試作モデル筆塗り部分塗装での完成です。パーツのディテールに沿って塗り分けただけですが、バランスよく仕上がったと思います。塗り分けたグレーも元の成型色と違和感なく馴染んでいると思います。もともとかっこいい機体ですが、塗り分けやデカールのおかげで情報量がさらに増えて、よりかっこよくできました。筆塗り部分塗装は気軽にできる製作方法なので、これからもやっていきたいですね。今回の動画が皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは
また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。